過去に戻ってゼロからね起業するんであれば、絶対に仕事を辞めずに事業を試して、それから独立したかなと思います。結局はね、一つです。このゲーム開発に限らず独立でやっていこうという時は、結局最終的には何が大事かっていうとポイント。こんにちは、スクールの加藤です。日本とベトナムでゲームの専門家として活動をしております。よろしくお願いいたします。今回の動画ではですね、たまにお寄せいただく質問の中から一つ選んでお答えをしたいと思うんですけれども、ゲーム開発に本気で取り組みたいんですけれども、お仕事を辞めて取り組んだ方がいいですかという質問ですね。これたまにお寄せいただく質問なんです。で、気持ちとってもよくわかります。時間を全部ね、使えるようになりますので、今の仕事を辞めて完全にゲーム開発に集中した方がいいんじゃないかと。私としてはこれは答えは決まってまして、仕事は辞めない方がいいと思います。ちょっとだけ私の話を先にさせていただきたいと思うんですけれども、私もですね、2013年に会社を作りまして、でその前に会社を辞めて会社を作ってるので、完全に会社を辞めてから自分の事業を始めたんですね。でこの経験をもとにいろいろ考えますと、当時ですね、いろいろ準備はしたんですよ。で会社を辞めて半年ぐらい知り合いの会社でのんびり働きながら準備をして、でその後、半年ぐらいフリーの期間で準備をして起業して、でお金もある程度貯めてましたけれども、やってなかったのはですね、起業してからどう動くか。要するに自分のやることがこれで、それに向けて実際の事業の試運転っていうのはしてなかったんですよね。でそこがやっぱり今にして思えば危なかったかなと思っています。やっぱりですね、独立をして最初の頃ってレベル1から始まりますね。全部下手なんですよ。全部下手っていうのは、お金の使い方とか時間の使い方とか、そういうのが全部下手なんですよね。なので、無駄にお金を使ってしまったりとか、無駄な時間をたくさん費やしてしまったりっていうのがいっぱいありました。でそういった無駄も、独立したからこそ得られる経験なので、全部ダメだというつもりはないんですけれども、でも事業の成功性という意味で考えると、そういう無駄はない方が良かったんですよね。そういった練習をしてなかったっていうのは、ちょっと私の過去の経験から言うと、お仕事しながら何か試運転をしておけばよかったかなと思っています。今過去に戻ってゼロからね起業するんであれば、絶対に仕事を辞めずに事業を試して、それから独立したかなと思います。ゲームの開発も多分ね、同じだと思うんですよ。仕事を辞めずに少し試して、でそれから独立に向かう方が成功率は高いかなと思ってます。独立する時のポイントっていくつかあって、人によってもいろいろ違うと思うんですけれども、結局はね、一つです。このゲーム開発に限らず独立でやっていこうという時は、結局最終的には何が大事かっていうと、ポイントはお金なんですね。結局全部お金に行き着くと。お金の中でポイントは2つしかなくて、入ってくるお金をどうやって増やすかっていうことと、出ていくお金をどうやって減らすかっていうことですね。独立して考える時には、まず入ってくるお金は少ないだろうと。事業そのものから入ってくるお金が少ないっていうことと、どうやって経費を削減して出ていくお金を減らすかっていうことが大事になるんですけれども、いきなり独立をしてしまうと、これいきなりやらないといけないわけなんですね。でこれ僕はうまくできなくて、最初はお金がどんどん減っていってっていうことが、起きました。これは本当に大変なことです。お金が減っていくと、できないことが増えていって、できることが減っていって、チャレンジができなくなっていって、心も弱ってくるので、お金をいかに減らさないかっていうのが大事なんですけれども、なのでまず給料があるうちにいろいろ試す。給料って本当に偉大で、まとまったお金が毎月入ってくるんですよね。で少なくとも生活が破綻することってあんまりないじゃないですか、給料さえあれば。なので独立をする前に給料が入ってくるっていう状態の時に、夜とか土日とか空いてる時間を使っていろいろ試すっていうのがめちゃくちゃ大事だと思います。でこれをやってると、出ていくお金ですね、自分が払うお金、どこに何を使えばいいのか。例えばゲームの開発であればゲームをやらないといけない。でゲームの買わないといけないですね。開発するパソコンはどうか、今のパソコンでいいのか、買い替えた方がいいのか、じゃあパソコン20万出して買うかってなかなか勇気がいると思うんですが、給料があればそれぐらいの投資はできるかもしれないですね。あるいは人に会いに行く。人に会いに行って、ちょっと飯食いに行きましょう。いろいろ教えてもらうとかですね。これ人から教えてもらうのもめちゃくちゃ大事で、信頼できるエンジニアさんとかね、すでに独立してる先輩のゲーム開発者さんとかにいろいろ話を聞けたら絶対その方がいいんですよ。いいんですけ
けど、それもただじゃないっていうのは、あいにく光熱費もかかるし、ご飯を食べれば食事代もかかると思いますので、そういったお金も必要になりますよね。いろんなお金の使い方があるんですけれども、何をどのようにどういうふうに使っていいのかっていうのは結構練習が必要になりますので、給料があるうちにそういうことをやっておいた方が成功率は高くなるかなと思います。なので仕事は辞めずに給料を確保しといて、いろいろ練習をして慣れたところで独立をするのがいいと思います。できればちょっと収入がついてからですね、ゲームが少し売れて、月数万円ぐらいにはなるかなとか、生活費賄えるぐらいになっていればもうベストですけれども、それぐらいの状態で独立をした方が、独立をした後の生活は安定しやすいでしょうし、ゲーム開発は継続しやすくなると思います。ということで、ゲーム開発に専念したいので、今の仕事を辞めた方がいいんでしょうかという質問に関しては、辞めずにお金の使い方をいろいろ練習してみてくださいねというのが私の答えなんですが、最後にちょっと一つ補足しておきますと、人によってちょっと違います。例えば私の場合、今にして思えば独立する前にいろいろ練習しておけばよかったなと今は思ってるんですけれども、じゃあ果たしてそれでうまくいったかっていうとわからないわけですね。私は結構サボり癖があるので、独立して会社作ってもう完全にもうやるしかないっていう状態に追い込まれる必要があったのかなとも思います。そうじゃないとちょっとね、お仕事をしながら給料が入ってくる環境で私の場合は努力できたかどうかっていうのはちょっとわからない側面もあるかなと思います。こんな風に人によって性格もあるし環境も違うので、必ずしもこれが正解だっていう道はないんですけれども、お金のことですね。お金のことを考えると、あるいは多くの人の状況に当てはまる答えとしては、お仕事を辞めない方がいいかなと私は思ってるんですけれども、人によっては辞めた方がうまくいくっていう人ももちろんいると思いますので、ご自身の中でよく考えて決断をしてみてください。ということで、今回の動画はここまででございます。このチャンネルではゲーム開発者さんのお役に立つ情報をこんな風に定期的に配信をしておりますので、よろしければ動画の高評価とチャンネルのフォローをよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。